何らかの意を決したかのように長門が口を開いた。その後に続く言葉を待つことしばし。ところがいきなり俺の目の前から消えてしまう長門って逃げられたのか。おい長門！慌てて部室から飛び出したものの、走り去る長門の後ろ姿を追うことに俺は少し躊躇し足が止まってしまう。間違いない。今の長門はあの改変世界で出会った長門だ。そして見失った長門の代わりと言ってはなんだが、床に落ちていたあるものに気づく。これは見覚えのあるしおりだった。あの改変世界で本来の長門が残してくれたものに似ているが、しかし裏を返してもメッセージはなかった。見上げれば文芸部のプレート。ものの見事に SOS 団の痕跡は消え去ってしまっている。ぐらぐらと膝元から崩れ落ちていく感覚に襲われ、いや待て、落ち着け。目をぎゅっと閉じ、理性の防波堤が決壊するのをギリギリで持ちこたえさせ、俺はこれまでの状況からなんとか一つの結論を出す。すなわち今日は北高裁の初日であり、しかもどうやらここは例の改変世界によく似たところらしい。そこまで考え、防波堤はついに決壊する。脳内はさまざまな疑問が飛び交い、24色セットの絵の具を一気にぶちまけたような混沌へ陥ったが、やがて一つのフレーズに収束していった。すなわち、長門、またお前なのか。口に出すことで錯乱状態に無理やり終止符を打つ。何はともあれ、まずはより詳細な状況把握だ。拾ったしおりをズボンのポケットにしまい、そして俺は長門を探すべく走り出した。どこ行っちまったんだよ長門は。すぐに後を追えばよかったと今更思っても後の祭り。全くもって長門の姿を見失ってしまった。やれやれ。その後当てのなく校内をフラフラし、文字通りこれといった当ても思いつかないまま、この時間帯最も人の多そうなところまでやってきた俺である。これからどうする？駅へと続く通学路から次々と登校してくる生徒の波が押し寄せている。そんな中、何か？いえ。そりゃこの世界にだって黄緑さんがいるだろうことは想像に難くないが、いざこうして顔を合わせてみるとどこか新鮮な気もする。案の定赤の他人という設定のようだが、ちなみに彼女はかつて SOS 団に悩み事相談に訪れたことがあるという。俺にとっての接点はそれくらいの人だ。そんな奇特なやつはその後現れていないので、かろうじて名前を思い出せたわけだが、まあそれはいいとして、さてこのままぼんやりしているわけにもいかないので、そろそろどこかへ移動してみようかと思っていたところ、馴染みのある賑やかな声が聞こえてきた。でさ、やっぱりミクルを押してみようと思ってるんだよね。へえ、でもそういうのはちょっと。朝日。おっといかん。ここで喜び勇んでそのたおやかな肩にこの手をかけようものなら、以前の二の舞を繰り返すことになるのは間違いない。先日の長門によって改変された世界では、そのまま鶴屋さんの古武術のような大騒ぎに俺の腕があっという間に絡め取られたもんな。ここは慎重に。もしかしてやっぱり初めましてだったりしますか？初めましてですけど。何を言ってるんだろうこの人は的な視線が悲しい。ご存知とは思うが、この愛らしいお方こそ朝比奈みくるさん。我々 SOS 団唯一の上級生にしてマスコットキャラ。実は未来からやってきた時をかけちゃうドジっ子プリティガールである。もっともこちらの世界ではそのような属性は皆無だと思われるが、
年、もしかしてミクルのファンクラブの子かい？まあそんなもんですかね。そうかいそうかい。ファーストコンタクトにしちゃちょいと変化球で工夫してたとは思うけど、こんな忙しい朝にするもんじゃないかもね。こちらのお方は鶴屋さん。元の世界でも朝比奈さんのクラスのお友達で、我々 SOS 団の名誉顧問的ポジションのお人でもある。鶴屋さんには特に裏のプロフィールはないはずだが、強いて言えば並外れた大金持ちのお嬢さんってくらいか。ご自宅なんてそれもうすげえお屋敷でな。いけない、ミーティングに遅れちゃう。そういうわけだ少年、また出直しておいで。言ってしまわれた。何度も繰り返すが、やはり全くの他人設定のようだ。見覚えのない番号からの着信だ。もしもし。もしもし、キョン君、お久しぶり。その声は朝比奈さんですね。はい、ちょっと大人の方の私です。俺のことを知ってるってことはまさか。ええ、元の世界から来ています。そうですか。ちょっとほっとしましたよ。こちらの世界の朝比奈さんとはやはり全くの他人設定みたいですから。そうね、こちらの世界は。どうしました？いえ、詳しいお話は直接会ってからご説明します。早速だけど人目につかない、そうね、屋上で会えるかしら。了解です。ところでこの番号って。はい、こちらの世界で使える私の携帯の番号です。よかったら登録しておいてね。言われずとも。では後ほど。電話の声の主について一応補足しておくと、俺より学年が一つ上の朝比奈さんよりもう少し未来からやってきた朝比奈さん大人バージョンだ。小さい方の朝比奈さんよりもはるかに多くの経験と実績を積んでいるばかりでなく、物理的にありえないナイスプロポーションをお持ちの女神である。彼女がこの世界にいるなら非常に頼もしい。この混乱しきった状況だってきっとなんとかなるだろうさ。おのずから階段を上がる足取りも軽くなり、思わず口笛を吹きたくなりそうな気分で屋上へと続くドアのノブを回したのだが、あれ？もしもし？屋上へのドア、鍵がかかっているんですが。嘘、どうしよう。やれやれ、この辺り相変わらずの朝比奈さんである。というわけで、人目につかないところのお約束でもある校舎の裏で改めて落ち合った俺たちだったのだが、48時間しかない。そうなんです。この世界は時間平面上に突然現れた、過去からも未来からも断絶した48時間分の幅しかない世界なの。じゃあ例えば今から48時間後にはどうなっているんです？もしもキョン君がその時点でこの世界に留まっているとしたら、最初から繰り返されているように見えるんじゃないかな。記憶を保持したまま？おそらく。だって元の世界のことをちゃんと覚えているでしょ。確かに。その時俺が頭に思い描いていたのは、1万と5000回以上もループしていたあの夏休みの出来事だった。だがあの時とは明らかに事情が違うようだ。今回は記憶がリセットされないとのことだから、その分マシなのかもしれんが、ともあれ本当に縁があるよな、時間のループ。それで私がここにいる理由ですが、その前にキョン君はパソコンのことは詳しかったよね。まあ少しは。キョン君の時代のパソコンはハードディスクを使っていて、たまに最適化をしないとどんどんデータがバラバラになって挙動が遅くなるでしょ。そして最適化中に時折正常にデータの参照ができなくなっている不具合のある部分が見つかると思うんだけど、この世界は例えるならそのハードディスク上に発生した破損クラスタのようなものなんです。
今回私がここに来たのは、ハードディスクを最適化するようにこの世界を修復し、最適化すること。そうしないと大変なことになっちゃうの。放置しておくと正常なデータを巻き込んで、最悪の場合 STC データ全体がクラッシュしてしまう恐れがあります。クラッシュするというのが具体的にどうなるのかは不明だが、まあうすうす想像することはできる。世界の危機ってやつですか。ですね。またかよとは口に出さないでおいた。まったくこれで何度目だ。そろそろ世界の危機管理対策に疑問を呈したいね。誰に訴えればいいのかは知らんが。というわけで、キョン君にお願いがあります。この世界の修復を手伝ってほしいの。それができるのはキョン君だけなんです。なぜ俺だけなんです？キョン君が元の世界の存在であると同時に、この世界にも含まれているから、この世界に唯一介入できるからです。だから正確には、この世界を修復することができるのはキョン君だけなんです。私はあなたの意思に従ってサポートするだけ。正直よくわかりませんが、そこまで言われちゃやらないわけにはいきませんね。わかりました。お手伝いしましょう。ありがとう、キョン君。それで修復って具体的にはどうすればいいんですか？簡単に言うと、次元ブックマーカーというものを集めてほしいんです。何ですそれ？詳しいことは禁則事項に触れるから説明できないんだけど、この世界を修復する鍵となるものと理解してください。例えばそのしおりも次元ブックマーカーなんだよ。これが？そう。次元ブックマーカーはそのように一見何でもないアイテムだったりするの。その本体はある種の時空の歪みです。そして多分だけど、この世界に SOS 団の皆さんのゆかりの深い姿形となって発現すると考えられます。なぜです？ごめんなさい。これも禁則事項って言いたいんだけど、本当はあなたにもわかるように言葉で伝えることが困難なだけなの。なので、今はそういうものと捉えてください。言葉を用いない概念は言葉以外のものでしか伝えられないから。そうですか。とは言ってみたものの、何が何だかさっぱりだ。とにかくみんなが持ってる何らかのアイテムを頂戴してくればいいんだな。ということはその前にある程度の関係になる必要があるってことだ。俺は平和主義者なんでな。無理に奪うなんてことはできん。現在キョン君がいるこの時空間に存在する全ての次元ブックマーカーを集めることが最適化段階を進めるのに必要な条件です。他にもこの次元ブックマーカーには別の使い方があるんだけど、とりあえず実践してみようか。実践？これを使ってブックマークすると、その飛び先となるポイントに時空間跳躍が可能になるんです。は？次元ブックマーカーには各々参照する時空間座標を記録する機能があって、それを基準点として使うことで時空間跳躍が可能になるの。ただし、各次元ブックマーカーが記録できる時空間座標の範囲は、現在キョン君がいるこの48時間の幅を持つ時空間内だけ。最適化段階が進んで新たな時空間に変容すると、それまで記録されていた時空間座標もクリアされます。つまり、その時点から修復前の時空間に戻ることはできなくなるということです。そしてこれが一番重要なことなんだけど、キョン君、いいかな？この最適化過程で発生する全ての次元ブックマーカーを集めて、その力を利用することが、今わかっているキョン君の元の世界に戻る唯一の方法なんです。さて、また話がややこしくなってきたぞ。
いずれにせよこの世界を修復することでしか元の世界には帰れないってことか。じゃあ朝比奈さんはどうやって？片道切符で来ちゃいました。なんてこった。そんな危険を冒してまで俺を。ああ、いや、世界を救うためだもんな。勘違いは自重しとこう。実際に使用するときは私に言ってください。でも最初はむやみに使うのは控えましょう。 STC データが余計に破損する恐れもあるから。よくわからんが、とりあえずうなずいておいた。ではひとまずブックマークしてみてください。ちゃんとできてる。あとは実際に使用するときにご説明します。じゃあお願いしますね。いやそう言われましても。差し当たってはこちらの世界の SOS 団のみんなと知り合うところから始めてみたらどうかな。ですね。やれやれである。俺の平穏だったはずの人生はもはや遠い昔の記憶とともにすっかりセピア色だ。そろそろ防腐剤も必要かもしれん。とはいえ嘆いていても始まらない。修復が必要というならとっととやっちまって元の世界に帰ってやろうじゃないか。じゃなきゃちっちゃい方の朝比奈さんのミニスカサンタ姿だって二度とお目にかかれないし、ある日の鍋料理だって食えやしない。そんな酷な話じゃないだろう。かくして俺の短いようで長い、そりゃもうこれでもかってくらいに長い48時間の冒険は幕を開けたのであった。